早稲田大学日本語教育研究科戸田貴子教授。早稲田大学で戸田教授が専門とする日本語教育学は、外国語として日本語を学ぶ人々に対する言葉の教育について探求する学問である。特に音声習得研究、日本語音声教育、音声コミュニケーションを中心に研究教育活動に取り組んできた教授は、近年の ICT の進化をいち早く取り入れ、新たな授業形態を提案し続けてきた。2000年、早稲田大学に着任した教授は、グローバル化に伴い急増した留学生のニーズに応えるため、発音クラスを設置した。当時から多様な背景を持つ日本語学習者に対する音声コミュニケーション教育は大きな課題であった。この課題に対し教授は、音声データを含むオンデマンドコンテンツや BBS の活用、対面・非対面式授業の併用などの工夫を行うことで、対面でないと不可能と思われがちな音声指導において、学習者に対する多角的な支援を可能にした。この取り組みにより、2012年には第1回早稲田 e ティーチングアワード、2015年度秋学期には早稲田大学ティーチングアワード総長賞を受賞している。授業は学びのための仕掛け作りが大切だと思います。 ICT が進化したことによって、従来型の対面授業に加えてさまざまな授業形態が生み出されています。学習内容自体も大切ですが、新しいことにチャレンジしたり、創意工夫を施したりすることを学生に見せることが、今後学生たちがより柔軟な発想で今の時代よりもっといいものを生み出すきっかけになったらと思っています。2016年、戸田教授の授業は世界に開かれる。ハーバード大学と MIT が共同開発した大規模公開オンライン講座 MOOCs のプラットフォームである edX において、ジャパニーズプナンシエーション法コミュニケーションを開講し、2020年9月時点で登録者は7万人にも及んでいる。このコースは大規模公開オンライン講座のコンテンツを小規模な教室活動に落とし込むスポックとして大学内の授業でも活用されており、これも早稲田大学における先駆的な試みとなっている。グローバル化、オンライン化の進む大学において、オンラインだからこそできることを取り入れ、授業を進化させ続けてきた教授は、2019年には日本語教育実践研究10で2度目となる早稲田ティーチングアワード総長賞を受賞した。戸田教授の取り組みは、理論と実践の両輪を備えた教育研究活動に支えられている。教授が所属する大学院日本語教育研究科で担当する科目には、理論研究と実践研究があり、日本語教育の専門家の育成が行われている。理論研究、音声学では、音声の体系や規則性を学ぶ。日本語教育実践研究10では、連動する留学生向けクラス、なめらか発音を対象に実践指導を行う。なめらか発音は15回のうち後半の10回がオンライン授業で、日本語学習者はオンデマンドコンテンツによる自習、課題文を録音した音声データの提出を行う。その音声データに対するフィードバックを担当しているのが、日本語教育実践研究10を履修している実習生だ。遠隔でフィードバックを行う実習生は、教科書や動画コンテンツにより理論的な知識を自主学習した上で、毎週の実践授業では実際のフィードバックをどのように行うべきか意見交換を行う。教授は一方的にレクチャーすることはなく、
実習生同士のディスカッションをサポートする典型的な反転授業形式である。教育現場で明示的に扱われることの少ない音声や発音といったテーマについて15週間という長い期間継続的に指導することができたのはこの授業の大きなメリットだと思います。また、実践の指導の対象となった日本語学習者とはオンラインを通したやり取りが多かったのですが、発音の指導のみにとどまらず良い人間関係を構築できたことは教育という観点において非常に重要だと思います。以前フランスで常勤講師として働く機会がありました。そこで発音を理論的に学習し実践的に練習するクラスを立ち上げたことがあります。授業で学んだことをフランスの欧州の教育現場に即してどのような教育実践にするかを考えたことは現在執筆している博士論文の内容に直結し非常に役に立っています。今は中国人日本語学習者にオンラインで日本語を教えています。限られた授業時間内に扱いたい項目が多くあり、どのように調整したらいいのかわからなくて日々悩んでいました。そこで、実践での経験をもとに、じゃあ動画を作ろうかなと思って中国のネットで動画を配信するようになりました。これからアプリを利用したり動画を配信したりして、授業をいろいろ工夫してみたいと思います。そして今後もぜひ実践で学んだことを生かして日本語を発信していきたいと思っております。教授は大学外でも数多くの講演や研究発表を行い、世界中の日本語学習者、日本語教育関係者と接しており、ゼミの卒業生は世界各地で新たな実践に取り組んでいる。また研究活動の一環として日本学術振興会の科研費を獲得し、MOOCs に関する研究プロジェクトを立ち上げるなど研究成果を教育の改善に生かしている。そんな新たな挑戦を続ける戸田教授の背景には学生時代の経験があった。私はオーストラリアの首都キャンベラにあるオーストラリア国立大学で言語学を専攻していました。ハーバードや MIT、オックスフォードやケンブリッジからいらっしゃった先生方が本当に個性的で面白い授業をしてくださったんです。日本経済がバブルで日本語学習者が激増していましたから、たまたま学部生として大学にいた私が駆り出されて日本語を教えることになったんです。いざ教えてみると、日本語が母語なのに知らないことばかりで目から鱗の連続でした。それが日本語教育に携わるきっかけとなりました。その後、専任講師として母校で教鞭を取るようになって大学院にも進学しました。最初から自分の進路を決めていたわけじゃありませんでした。大学で出会った仲間や先生方のおかげで今の自分があるような気がします。これから大学の在り方も変わっていくことと思いますが、学生の皆さんにはぜひ学びの場を大切にしてほしいと思っています。